だから湯引きはね、2、3秒でね、養殖のね、ブリのことを指す場合があるんです。若干淡白すぎる。こちらね、稲田。稲田をさばいて、稲田のね、美味しい食べ方紹介しようかと思います。でね、稲田っていうのはね、ブリの子供で、出世魚ね、ブリっていうのは出世魚で、成長とともに呼び名が変わって、関東の場合は、若し、稲田、わらさ、ブリっていう順に呼び名が変わりますね。なんでこれがね、もうちょっとちっちゃいと若し、このぐらいだと稲田、これより大きくなると、わらさ、ブリと成長していきますよと。稲田はね、ちっちゃいんで、鱗ね、包丁でかくだけでも簡単に取れるんで、あとは、こうやってね、すき引きって言って、包丁でね、鱗を取っていってもいいしっていう形ですね。ただね、稲田はね、このね、鱗が結構弱いんで、すき引きしようとしてもね、なかなか綺麗に、完全に綺麗には取れないんで、その辺はね、お好みでやりやすい方でやってもいいんではないかなと。こっちの方は比較的鱗が厚いんで、こうやって綺麗につながってくるんですけど、このね、腹側だとか尻尾側はね、比較的鱗が薄めなので、なんでこういう風に綺麗に取れませんよと。はい、で、こうやってね、全体に鱗を落とせたら、今度は頭を落としていきますと。頭を落とすときはまずね、ここね、まず腹びれの位置からこうやって斜めに包丁入れますと。今ここですね、ここに包丁入れて、で、今度、ここのね、胸びれから、斜めに頭を落としていきますと。で、反対側もね、同じように、落としてあげて、頭を落としたら今度ここね、このへその位置から、包丁入れて、内臓を取り出しますよと。内臓取り出すと、ここにね、腹膜があるんで、これをね、ちょっと傷入れて、で、ここの血合いをきれいに洗い流してくださいと。内臓と血合いきれいに洗えたら、水気拭き取って、3枚におろしていきますと。で、3枚におろすときは、頭右に向けてね、で、こっち側の身からおろしていきますよと。で、これにはね、理由があって、魚っていうのは、基本的にね、頭を左に向けた状態で、並んでるじゃないですか。そうすると当然ね、こっちのね、下側の身の方が傷むのが早いんですよ。なんで、こっちのね、傷むのが早いこっちの身から先に使うって意味で、こっち側から下ろしていきますと。で、お腹ね、このヒレに沿って、包丁入れていきますよと。こっから、中骨を見つけてね、中骨に沿って、包丁を動かしていきますと。ちなみに、さっきね、ちょっと言い忘れたんですけど、これ関西ではね、若し、稲田、わらさ、ブリのわらさにあたる部分をハマチって呼ぶんですよ。ブリとハマチってね、よくスーパーで見かけると思うんですけど、ブリとハマチは、同じ魚ですね。同じ魚なんですけど、関東では、ハマチっていうと養殖のね、ブリのことを指す場合があるんですよ。その辺は、ちょっと別の動画でね、詳しくまとめてますんで、概要欄からね、そっちの動画をちょっと見ていただけると詳しくわかるかと思いますと。で、お腹と背中に包丁入れたら、尻尾側に包丁入れて、で、身を外していきますよと。こんな感じでね、お腹と背中にしっかり包丁入ってれば、簡単に身が外れますんで、そしたら最後、尻尾切り離して、身を外しますと。そしたら今度返して反対側も同様にさばいていきますよと。ちなみにね、稲田っていうのは、ブリだとかハマチほどね、人気がある魚ではないんで、結構安いんですよ。このぐらいの大きさでね、本当に日によっては1本300、400円で買えちゃうような魚なので、だから結構ね、練習用の魚としてね、扱われるんですよ。板前さんにとっては若いね、修行時代を思い出すような
魚であったりもしますかね。で反対側も同様にね、こうやって尻尾に包丁入れて、でここから、身を外していきますよと。はい、こんな感じで、外してあげると骨が中骨外れて、でこっちのね身も、3枚におろせますよと。この中骨はね頭とカマと一緒にあら汁なんか作ってもいいんではないかなと思いますね。3枚におろせたらここのあばら骨を、今度外していきますと。最初にねこうやって逆さ包丁ってね、包丁をこう裏返して、でここの、あばら骨とこの血合いのね血合いに入ってる中骨を外してあげて、で、ここからこうあばら骨を、外してあげますと。こんな感じですね。でね、あばら骨はここで終わるんですけど、ここにね腹膜がまだ残ってるじゃないですか。なんで刺身で食べる場合なんかはこの腹膜も一緒にこう外してあげて、で、最後こうね落としてあげると。そうすると口の中にね腹膜が残らないお刺身になりますね。あばら骨取れたら今度このね血合いを外してあげます。ここにね骨が何個か入ってるんですけど、これはねものによっては骨抜いてからこうおろす場合もあるんですけど、稲田の場合はね結構こう血合いが大きいっていうんですかね、血合いが結構こうしっかり入ってるんで、この血合いをね包丁で外しちゃうんですよ。なんで骨抜かずにこう血合い外すのと一緒にねこの中骨も外してしまいますよと。はい、でね、こういった形で、血合い外せたら今度皮引いていきますよと。で皮引く時はこっちね、こっちからこう引いてってもいいし、こっちから、こういう形で皮引いてってもいいしと。引きやすい方でね引いてくださいと。でね皮引く時はね普通はねこの銀皮って言って、ここのね身の銀色を残すように引くって言われるんですけど、稲田の場合はねこの銀皮がねものすごい薄くて、ほとんどね銀は残らない場合が多いですかね。ブリだとかね結構脂の強い魚なんかは比較的この銀皮が綺麗に残るんですけど、稲田はね結構ね淡白で脂がほとんど乗ってないんで、このねなかなか銀皮を残して皮を引くっていうのは難しいですね。こんな感じでねこの辺にうっすらと銀が残るかなってぐらいで、これねブリなんかだとねここね結構綺麗に銀が残るんですけど、背中より当然お腹の方が脂が乗ってるんで、お腹側の方がこのね銀色は比較的残りやすいですよと。でね皮引きのコツはね包丁をねしっかりまな板にこう押し付けるようにしてあげることと、あとねこっちの左手で皮をしっかり引っ張ってあげるっていう、この2つをねしっかり意識してやれば難しいんですけど、皮に身が残っちゃうようなことは少なくなるんではないかなと。この辺ねどうしても剥げちゃってるんですけど、稲田ならこのぐらい残ってればいいんじゃないかなと。はい、で、こんな感じで皮が引けましたと。でねお刺身にするならこっからこうやって切るか、皮目上にしてこうやって切っていけばいいんですけど、稲田の身はね若干淡白すぎるかなって気がするんで、今回は漬けにしてこう身の水分をね抜いておつまみを作りたいなと思います。漬け地を作っていきます。でね漬け地のね割合はね大体ね醤油とみりんと酒1対1対1で、これね、今回はねこう適当に目分量で入れちゃうんですけど、お店なんかでねやる場合は正確に測った方がいいかとは思いますね。
で、これ一旦沸かして、アルコール飛ばして冷ましますと。で、まあこんな感じでね沸いたら、あと冷ますだけですと。でね、まあ別にこれ普通に冷ましてもいいんですけど、もしね急ぎの場合はね、こうボウルかなんかに取ってあげて、でこれ氷水にねこうつけてあげると、まあすぐ冷えるんで、まあ、もしね急ぎだったらこんな風にしてみてくださいと。で、まあこのね作った地が冷めたら、稲田漬け込んでいくんですけど、これねそのままつけるとねどうしても味が入りすぎちゃうんで、一旦ね湯引きって言って、お湯に通して表面をねちょっと固めてから、漬け込みますよと。だから湯引きはねこれね、まあさっと入れて、23秒でねこう表面が白くなるんで、そしたら氷水に取ってって形ですね。これ以上中に火が入らないように氷水に落としていきますよと。でね、これはね塩水ね、薄い塩水で、湯引きしてくださいと。ほんとね鍋に一つまみね塩水を沸騰させて稲田通して、氷に落としてって形ですね。粗熱が取れたら、まあ、ざるにあげて、で、これね湯引きして、粗熱取れたら漬け込んでいくんですけど、まあ、漬ける前にねこうやってペーパーかなんかで、しっかりね水分拭き取ってから漬け込んでくださいと。まあ、どうしてもね水分が入ると保存性が悪くなるのと、あとね味が薄まるんで、まあ、この辺ねしっかりやっといた方がいいのかなとは思いますね。であとはこれね先ほど作った地を冷まして、上からかけて漬け込んでくださいと。でね、まあ漬け込む時ねこれね、まあ、ちょっと今回ボウルがちっちゃいんであれなんですけど、どうしてもこう浮いちゃうじゃないですか。これ浮く部分はねなるべくない方が、均等につけられるんで、なんでまあやるときはね皆さんちょっとこうボウルだとかタッパーの大きさ気にしながら、漬け込んでくださいと。でまあこれねどうしても浮いちゃった部分はこうやってね上にペーパーかけとくと、しっかりと味が回りますんで、まあこうね漬け込む際はこうやって上にペーパーを落としてあげて、漬け込むといいですよと。で、この状態でね、ちょっと半日ほど寝かせたいと思いますと。半日経ちましたと。半日経ったらね、ある程度しっかり使ってると思うんで、あとは、このね汁気を切って、盛り付けて食べるだけですよと。でね、まあこのね浸かり具合はね正直、まあこの魚の脂の乗り具合だとか、あとね使うねこの調味料の塩分だとか糖分の濃度によって、若干ね差が出るんで、この辺はねもう何回かやって、まあ慣れていただいてって形ですかね。そしたら、切って盛り付けていきますと。これねまああとね食べるだけなんですけど、まあこれ食べ方はね普通にわさび醤油で食べても美味しいんですけど、まあ今回はねちょっと薬味を効かせて食べようかなと思いますんで、多少厚めに切ってあげて大葉敷いて、でこんな感じでね、適当に盛り付けてあげて、白ネギね、まあ白ネギだとかを今回はこんな感じでねみじん切りにして添えてあげて、生姜ね、まあ稲田はねなんかね風味だとか味質だとかがね比較的アジだとかね青魚に近い感じがするんで、まあ生姜なんかも相性がいいんじゃないかなとは思いますんで、まあこんな感じでね生姜細く切ってあげて、まあこんな感じで添えてあげてね、
ちょっとね色が寂しいなと思ったら、これ青ネギね、こういったねすだちだとかの、柑橘類も、もちろんね相性いいので、まあお好みでね、こんな感じで、まあ稲田のね美味しい食べ方以上でございます。